湧いて出てきた野党どもを契約した傭兵に倒してもらい影響力を手に入れた我らがパンツ村。その影響力を使って2つ目の村も開村。さあ今回も村開発頑張るぞー。開村したビキニアーマーはまだ1ヶ月経ってないけど、小引き穴の建設も始まりいい感じの立ち上がり。敵ユニットを発見しました。そういえば宣戦布告して戦場に行かない嫌がらせしてたよ。村の中を突っ切られたけど焼かれたりはしなかったみたいだな。さて無料でできる除草作業でもしながら、まったり建物の完成を待ちますか。荒れ果てた大地があっという間に綺麗な平野に早変わり。そしてふと気づく、人口10だったような気がしたけど、なんか1人減ってね、と。気になって録画データを確認したら、この時は10人いるな。敵ユニットを発見しました。ライバル領主め、こっそり民間人を手にかけたな。何もせず村を通り抜けたと思ってたけど違ったようだ。突如村の領地内に湧いて出るくせにずるいぞ。ところ変わってパンツ村の好感度を確認してたら、先月は燃料不足でマイナス3を食らってた模様。在庫はあるから流通がうまくいかなかったか。じゃ燃料の種類増やしてみるかと木炭作りをアンローック。一つの薪から2つの木炭を生産。木炭は燃料効率2倍だから薪4つ分の効果を期待だぜ。ある程度資金が溜まってきたので、鉄鉱石と後半の交易ルートを新規作成。これで少しずつしか売れなかった品物が、いっぱい捌けるようになるな。ついでに民兵の防具となるギャンベゾンを、1部隊36人分購入注文。価格6だから36人分で216か。これなら今の資金でギリ買えるぜ。交易注文の時に在庫確認したら、靴の在庫が15個あったので靴屋を一旦停止。需要のあるレベルに住宅は3軒しかないし、しばらくはこの在庫だけでなんとかなるかな。開村3ヶ月目のビキニアーマーの境界建設風景を眺め完成を待つ日々。カットされてるがそこそこ真面目にマイクロマネジメントしていい感じの開発速度。で境界も完成したのでドドッと住宅の建設開始。これでホームレス脱却、あとは移民を待ってどんどん村を大きくできるぜ。8月になって家も全部完成。居留地レベルが上昇。増えた開発ポイントはどうするか。まだ村の方向性が見定まってないから保有で。適当だな。まあ現状武器はパンツ村に売るほどあるし、移民さえ増えれば防衛の準備も大丈夫そうだし。こっちの村はとりあえず好感度上げて、移民を募るのが優先事項って感じか。トリマレベルに住宅を控えて、好感度上げてく作戦にしましょ。だな。パンツ村で注文してたギャンベゾン36枚が到着。裸槍装備からの卒業。鉄鉱石と後半の利益化資金が500くらいに増えたな。じゃあお次は鉄兜も購入。これでフル装備槍兵が1部隊揃えられるぜ。1部隊揃ったところで人口を見てみると、いつの間にか男性は合計で42名。そんなわけで部隊増やせそうなので武器の輸出量を調整。金も欲しいが武器も大事。増員するなら防具も増やすかとギャンベゾンの追加注文を出そうとしたら、6から9に値上げされてた。ちょっと買ったら 1.5 倍に値上げ、舐め腐っておる。頭に来たので輸入停止じゃー。しばらく不買すれば価格下がるかな。あと靴作りすぎてなめし革も減ってたので、原料の生革も在庫がゼロにならない程度に輸入。細かい微調整入りまーす。労働力にも少し余裕ができてきたので農地を設定。ビールのために大麦を作りたいがいかんせん肥沃度が足りんな。ぶっちゃけこの世界の農業はようわからんので、手探り実験用に少数で触るだけのつもりだよ。まあハード難易度だし長期戦になるかもしれん。いろいろ試してみるのはいいかもしれんな。海鉄路採掘場の一時保管がいっぱいになりそうだったので、倉庫の人を一時的に増やそうかと思ったら、倉庫も容量いっぱいになってきてたので大きい倉庫にアップグレード。収納力が一気に10倍になる中世大工匠の技。などとマイクロマネジメントに勤しんでたら、平和の宣言がされ紛争状態が終了。中央が占領され残す空き地は1カ所だな。被害は民間人1名でした。農地の前に農場主の家を建設。今年はもう遅いが来年には畑作もできるな。海鉄路隣の倉庫のアップグレードが終わり、もりもり後半が運ばれるのを見て思わずにっこり。こういう効率よく物資が運ばれてるの見るのなんか気持ちいいよな。癖になりゅー。ところ変わって民間人1人やられたビキニアーマー。しれっと9人から15人に人口増加。世帯数は増えてないが好感度も50超えたし、移民もこれから増えそうだ。で翌月移民が来たので、そのまま交易所の建設をさせました。まだ売るもんがないが先に建設させとくかの精神。
っていうかまだ教会のアップグレードしてなかったと思い出し、粘土の採掘場を建設。好感度上げるなら教会アップグレしときたいな。んなわけで必要になる屋根材に加工するため、粘土のカロも作りたかったけど石が足りぬ。石の採取場所が地味に離れた位置にあったので、前から気になってた実験を実施。実験とは？石膏の野営基地って粘土や鉄と違って、資源の上に建てるものじゃないので、資源から離して建設したらどうなるか、ってのが気になってたんだよ。移動距離分効率悪そう。結果離れた場所でもちゃんと採集に行って、輸送もしてくれてました。野営基地まで一つずつ運んでるなら、やっぱ近くに基地作った方が楽そうだな。倉庫の人みたいに現地からカート使って運ぶなら話は別だけど、やっぱ微妙かな。まあ埋蔵量が100程度だし、このまま放置でもすぐ資源は枯渇するからさほど変わりなさそうだ。でちまちま石を5個運んでもらって、速攻で粘土のカロの建設開始。こっちは粘土との距離も近いし、効率よく作業できそうだな。お次は埋蔵量こそ少ないものの、鉄の採掘場も建設開始。交易所はもう作ったしなけなしの鉄鉱石でも、裏庭の拡張くらいの資金にはなるかもしれんな。さあ粘土10個の採掘が終わったぞ。引き続き完成したカロで屋根材に加工するのだ。細かい人員移動でなんとか総用、開村したばかりの村は労働力が少なくて大変だぜ。屋根材の加工が終わったら教会のアップグレードだ。キリキリ働けー。周辺の盗賊たちが資源を略奪しました。おっと盗賊が湧いたようだな。傭兵アウトソーシングさんに連絡だ。今回の傭兵のメンツはこんな感じ。まあお安い雇われし山賊でいっか。資金30で済むリーズナブルな雇われ山賊。いい感じに盗賊の野営地近くに出現したので、そのまま討伐にゴー。今回は従者すら出しません。完全委託業務でお願いします。その頃パンツ村では好感度が 75% に到達し、ついに人口が大幅に増加中状態になりました。1年7ヶ月が経過しさらに人口増加速度アップだぜ。正確には先月 75% に一瞬なってたので、1年半で 75% の到達だったよ。今思えばもっとうまくやれたのにと色々やり直したくなる感じの開発速度です。おい。などとよそ見してたら山賊 VS 山賊は、我らの山賊の勝利で決着した模様。完全業務委託だったけど影響力は無事ゲット。そのまま金品の回収もお願いしまーす。そして山賊は国庫262を納品した。完全丸投げでお金だけくれる山賊に感謝。撤収は素早く瞬間移動。有能すぎだろなんで山賊してんだよ。ちょっと迷ったけどエールの輸入をちょびっと実施。レベル2住宅少ないしこれでもいけるかな？だがレイムはエールを提供する酒場の建設を忘れてるため意味はない。おい。いい感じに交易できてたけど、ここに来て鉄鉱石が値下がり。この値下がりの概念厄介だな。輸出するもんが下がるなら生産物は全部下がっちまう。それならすでに売り値が1になってる薪を逆に売るのはどうだろう。これ以上下がらないだろうし。まあ100個売れば100にはなるだろうけど、運んだりの効率はどう考えても悪そうだ。でも100あれば従者2人雇えるし、物は考えようだよ。過剰生産分を売るぐらいでいいと思うけどな。食料も少し余剰が出てる感じだったので、10分の1税を導入。これでスズメの涙ほどだが影響力が増えるぜ。そして交易で稼いだお金でやや縦長の家の裏庭に菜園を、建てまし。食料生産量が上がれば納める10分の1税も増えるから、影響力の増加も多少は加速するかもしれんな。川なめし屋の近くの住宅には原料となる革を生産するヤギ小屋を建てまし。革が取れる野生動物は限りがあるから、ある程度は裏庭で増やさないとな。人口増えたら衣服でなめした革の需要も増えるし、そのうち大規模に畜産かリネンを栽培しないとだね。ビキニアーマーも移民増えてきたし、長めの家をいっぱい作っていずれ全部菜園にしましょ。農地に向いてる土地はないが、これだけでもかなり食料収穫できそうだ。農業といえば冬の間に耕そうとしてたんだけど、輪作にチェック入れたら作業を停止した模様。意味がわからん。こりゃ毎年設定しないと最適な感じにはならないかも。5月10日に修正されたので、また仕様変わります。まだアーリー版だし開発側も色々悩んでるっぽいな。ビキニアーマーに武器を送るため、物流拠点を建設しラバも購入。略奪者出現まであと104日。可愛らしいラバが到着したので、パンツ村から槍を送りベリーと交換で設定。向こうで余ってる食品を送ってもらい、パンツ村で10分の1税で納めさせ影響力にする作戦。いやそれ多分1桁ポイントにしかならないし、やらないよりかまし。地域が占領されようとしています。お前侵略速度速すぎん。まだ開始2年すら経ってないってのに、
下手したら略奪者の襲撃よりも先に隣の領主が攻めてくるかもしれんな。それは怖すぎるよ。なのでビキニアーマーにも邸宅を建設し、従者を呼び寄せることにしました。外は一面の銀世界、ビキニアーマーじゃ風邪ひきそうだ。そしてこのビキニアーマー、好感度が開村半年くらいでしれっと 80% 超え。1年半かけて 75% を喜んだパンツ村の面目がつかねえ。やったー、育て方を失敗したよ。こらこら。まあ今は人口増えてるし問題なし。略奪者が来る頃には民兵で2部隊編成できるかもしれんな。ビキニアーマーでも1部隊用意できるだろうし、トリマギャンベゾン値下がりしたしカットコット。では順調に新しい村を発展させたものの軍下の足音が迫りつつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。ついにライバル領主が空白地を全て占領した。その牙は次は我らのパンツを引き裂くのか？略奪者も迫ってるし果たして生き残ることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。